ダメ。外に健在がいる。外に出るなんて無理だよ。パパやママと一緒にトンネルに閉じ込められてから2日、地下鉄がトンネルに入ってすぐ現在侵入警報が鳴った。仕方なく私たちは地下鉄を止めた。トンネルの中は安全だ。私たちが中にいることは知られていないから、早くドライバーたちが助けに来ることを願うしかなかった。物資は全部数え終わったぞ。悪い知らせだ。食料は持ってあと4日だ。食い切る前にあの怪物どもを倒さなければ奴らと根比べをすることになる。だが幸いこの地下鉄から程近い場所に商業施設がある。水と食料があるかもしれん。最悪の状況に備えてあらかじめ物資収集チームを作っておきたい。子供たち以外は命がけで生き延びる準備をしておいてくれ。私は反対だ。皆が順番に食料を集めに行くのは平等だが、私を優先してほしい。その自己中心的な考えとそれを正直に口にできる勇気は認めよう。だが現状では君のためにみんなが努力を払うことは不可能だ。優遇する価値があると君が証明できる場合は別だがね。私の身分証明書を見せてあげよう。アイギスの科学官だ。物資集めの責任を逃れるつもりはない。私も探しに行く。ただし誰かが犠牲にならねばならない時、私を後回しにしてほしいだけだ。これは冷静な意見だが、私の命の価値は君たちより上だ。私の方が生き残る価値があるし、人類の希望になるチャンスがある。この中の誰かが私よりも世界を救う力があるというのなら、こちらも喜んで犠牲になる。なるほど、分かった。なら君は俺と組んでくれ。私は寿恵子、よろしく頼む。残響はここで途絶えている。これはおそらくドロリースの記憶。彼女はレッドを倒したんだ。間違いない。これはドロリースが体験したものとその時の彼女の思考だ。おぞましい。人類は弱い。でも私は逆境の中で助け合うことしかできない軟弱な人類に負けたんです。そんな人間に敗北するなんて、まるでショートケーキに潰されたみたいです。私の首を切るとき、彼女はどんな心境だったのでしょう。ドロリースはかつて助けてくれた人に感謝して難なくお前を倒したってとこか。屈辱です。私は完璧な生物なのに、私の方が強いのに。ひどすぎます。私の首を切る時でさえ私の幸福を願っていたなんて。レッドちゃん泣いちゃいます。ですが最後に現れたあの女、彼女のやり方は認めましょう。私を不快にさせた点はありますが、子供には優しかった。この状況では戦闘の役に立たない子供は足手まといです。これが映画なら悪役じみたセリフを吐くお前はすぐ死ぬな。俺がこの手で殺す。ですが私は高性能ロボットです。道具としてはかなり役立ちますよ。本気で言ってます？ああ、本気だ。お前は危険だ。わかりました。その時が来たら演技しますから。記憶の中のあの女のように振る舞えば。こうしてはいられない。早く次の記憶を見ましょう。あの女の最後が見たいんです。この夢はもうすぐ覚めるようだな。
がここに攻めてきた？ここは魔王の巣窟なのに。宇宙の半分もあるような戦線を迂回して直接ここに攻め込んだだと。しかも魔王の力が弱ってる日を狙って。チャンスだ。逃げるぞレッド。はい、目覚めま